はいどうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回紹介するキットはフォレスティエリ。ランナーの枚数が1234566。それでは早速組み立てていきましょう。はい、というわけでフォレスティエリ完成しました。こうやって実際に手に持ってみるとわかるんですけどね、非常にコンパクトです。すっごい小柄な機体ですね。他の機体と並べるとこんな感じです。頭一つ分ぐらい小さいですかね。一応無人機という設定らしくですね、胸の部分とか頭部のクリアパーツがセンサーなのか分かりませんけど非常に特徴的ですね。付属品はライフルと13ミニッツシリーズではおなじみの小型メカのロイロイ、そしてビームサーベルとビームサーベルのエフェクトパーツ、そして交換用の手首が3つついてきますね。エフェクトパーツ付きのサーベルは13ミニッツシリーズでは初めてのパーツじゃないでしょうか。ライフルを手に持たせた状態です。成型色は本体の倉庫と同じ真っ白ですね。これは多分ランナーの都合上だと思うんですけど、できればねちょっとグレーの方が色が締まっていい感じだったような気がするんですけど、そこは仕方ないといった感じでしょうか。ライフル本体には 3mm 穴と、あとは C 字ジョイント、そして、先端が外せるようになっていて、ここの部分はね四角のジョイントになっています。ライフルはバックパックの部分にこんな感じで取り付けておくこともできます。続いてはビームサーベルです。説明書によると正式名称はプラズマビームソードというらしいですね。こんな感じで手に持たせることができて、このサーベルのね柄の部分にはこのように突起がついていて、このフォレスティエリのね太もも部分にこのように取り付けておくことができます。エフェクトパーツの取り付け穴は武器等によく使われる四角い形状のジョイントですね。なので付属のライフルにこのようにビームエフェクトをつけることもできます。こんな感じでね、ゼータガンダムみたいなライフルのサーベルモードみたいな感じのこともできます。そして新型ロイロイです。ロイロイは足と、中間部分と頭部の、こんな感じの3パーツ構成になっていますね。この横部分にね CG 用のジョイントもついていたりして、今までのロイロイとは違った組み方ができそうですね。フォレスティエリ本体を構成するパーツ数は非常に少なく見えて、あまり組み替えに向かないように見えるんですが、この腕の部分とかね、この太もも部分とか各部位に結構外せるパーツがあるので、見た目に反して、この素のフォレスティエリでもいろいろとアーマーの位置を変えるとかね、組み替え遊びはできそうです。最後に組み替えの一例です。ロイロイとバックパック、そしてアーマーの一部を使って、大型のクローアームみたいな形状に組み替えたり、あとはねライフルに装甲の一部を取り付けて、強化型ライフルといった感じの、フォレスティエリ単体でもこれくらいの組み替え遊びが楽しめるよといった感じですね。はい、というわけで13ミニッツミッションフォレスティエリの紹介でした。
まずは組み上がった時の手にすっぽり収まるサイズ感がいいですね。これはぜひ自分で組んで体験してほしいです。そしてコンパクトなボディとは裏腹に可動はとても優秀です。特に片膝立ちした時の見栄えの良さは今までの機体の中で一番ですね。特徴的なキャノピー型の頭部やクリアパーツ丸出しの胸は無人機という設定を一発で認識させるいいデザインだと思います。というわけで今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。Twitter と Instagram の方も更新していますので、よろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。機動配信エリック、どうもありがとうございました。